ランちゃん。こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃーん !2020 年2本目の動画は、お寿司を200貫食べたいと思います。はい、ちょっとね、2022本目ということでね、2にですね、こだわりたいなと思いまして、だいたいいつも私、お正月ね、お寿司食べてますね。はい、おなじみの木下ゆうか御用達、銀の皿さんのお寿司です。私もよろしくお願いします。はい、もうなんかね、インカメで見る私がむちゃくちゃ小さくなっております。というのもですね、ここからここを映そうと思ったら、ちょっとだいぶカメラを離さないといけなくて、となるとね、私はちょっとなんか小人みたいな感じになっちゃうわけです。で、200回にするために頼んだこの子もね、もう画角に入りきらなくって、ここにね、ちょっといますからね。はい、じゃあね、今日頼んだお寿司を紹介していきます。もう名前がですね、縁起がいいんですよ。幸せになれそうな気がします。この真ん中にあるのが銀6人前66貫ですね。で、幸54貫、福60貫、このちっちゃい子が福20貫ですね。で、合計200貫となるんですけど、皆さん今気づきましたか？幸せと福で幸福です。そして銀。はい、皆さん2020年幸福を銀じましょう。多分ね、銀の皿もね、銀とね、ちなんでるんでしょうけど、私はね、そう受け取りました。悲しいニュースとかたくさんあるじゃないですか。でも2020年は皆さん、幸福を銀じましょう。2回言った。だいぶ長かったですね。いただきます。でですね、お味噌汁が今日も1キロあります。もうこんな年始からね、お寿司が食べられるなんて幸せですね。もうね、ほんと出前館さんありがたいですよ。まずね、この子を先に食べましょう。福の子供。これなんかでもほんと、大人と子供みたいな感じですね。これはちなみに2人前なんです。じゃあまずは福の2人前20貫からいきます。値段で言うとですね、銀が一番高くて、その次がこうで、福が一番値段が安いんですよね。ネタもなんかちょっと親しみやすい感じのネタですね。お寿司自体高いんですけどね。マジいっぱいあるからすごい悩みます。じゃあこの中で一番好きなサーモンからいきたいと思います。美味しそう。そういえば2020年初お寿司です。美味しい。もうこのね、脂がのっとってサーモンの風味がたまらないですね。一口目ってね、ほんと美味しく感じますよね。次はイクラちゃんです。このね、巻かれてる海苔がいいですよね。なんて言うんですかね、しけてるってちょっと言い方悪いですよね。でもこのしっとりした海苔がまた美味しいんですよ。ホタテです。いや、肉厚ですね。もう美味しい。このほんのりとしたね、甘みがたまらないですね。穴子です。もう脂がのっとってこの甘いタレが美味しいです。私ね、銀の皿の動画あるあるなんですけど、ボケが違ってもさ、一つ一つのネタがさ、全然違うわけではないから、最初の方に言っちゃうと、次のオケの時にね、言うことなくなっちゃうね。2020年初お味噌汁だ。そういえばお味噌汁って美味しいですよね。こんなに美味しいものをさ、日本が発明したって嬉しいですよね。お次もね、福のこっちは6人目60貫を食べたいと思います。皆さん、私ちょっと発見したことがあるんで、もうね、みんなびっくりするかもしれないんですけど、言います。福は6人前だから1種類のネタが6貫入ってます。いや、当たり前なことを言ってもいいじゃないか。大事なものって大体そういうものの中にある。はい、すいません。さっきぺこぱのね、ネタを見てやりたくなりました。で、皆さん見ました？もうなんか2020年になってさ、去年のことを言うのもどうかと思うんですけど、私某動画サイトでですね、テレビちょっと時間なくて見れなかったんですよ。何個かね、見ました。ミルクボーイさんとか、ぺこぱさんとか。面白いですね。芸人さんってほんといいですよね。もう見てる人をね、笑顔にできるっていうのは素晴らしいことだと思います。笑いとさ、美味しいものっていうのにはさ、共通点がありますよね。人を笑顔にするという、めっちゃいいこと言っている。めっちゃいいことを言って、めっちゃいいことを言っていると褒めるのも私一人でもいいじゃないか。そのハングリー精神が素晴らしい。はい。一生言えますね、このエセペコパのやつやったら。でも私が言うとおもろくもなんともないっていうね。
今さテーブルにあるものたちのサイズがさ割と大きいですよね。だってこんなさお寿司をさ取りたいからってこう言って前のお味噌汁を避けながら取るってねないですよね。みんなで醤油を共有しよう。醤油を共有、ラップのワンフレーズみたいだったね。よーよー、エビが醤油にハマったら醤油を共有。私さこのゆでエビのさ食感大好き。程よく歯ごたえがあってね、子供からも人気高いですよね。私もちっちゃい頃から好きだったお寿司のエビ。でさっきさ福野さん2人前を食べてたじゃないですか。で私さ200貫にね到達するまでにこのね3つを注文したら全部で180貫だったんですよ。でもねどうしても200貫頼みたくってあともう20貫なんか頼もうと思って、でさ銀の皿のサイトを見とったら細巻きがさあったんですよね。細巻き6個入りみたいのがあったから、あこの細巻きを4種類買えば200に達するわと思って電話の時に細巻きを言ったら、細巻きはね年末年始はやってないんですって。でね、でもなんで細巻きやってないんだよ。やってなくてもいいじゃないか。年末年始にやってくれてるだけでもありがたいんだから。あこれめっちゃただの当たり前のこと言っちゃった。もうペッパーネタ最上級に下手くそでした。もうテストやったらもう全力でペケをつけられてるやつですね。じゃあ次はこちらのね、サチの54貫です。こちらの桶にはですね、私の大好きな中トロが乗っています。乗っているじゃない、中トロが入ってます。もうやっぱトロは最高ですね。脂が乗っとってめちゃくちゃ美味しいです。これは大生エビかな。やっぱりね、エビはね跳ねますからね、すごい瞬発力してますからね。プリッとした歯ごたえとこのほんのりした甘みがいいですね。ウニです。ウニは大人の味ですね。大人になって美味しいってなりましたね、ウニって。はい、卵焼きです。甘くて美味しいです。はい、じゃあ最後の桶、こちら銀です。2020年幸福を吟じましょうのね、もちろん幸福を吟じましょうってちょっと意味わかんないんですけどねの銀です。で多分ね、銀の売りはこの殻付きズワイガニだと思います。素晴らしいですね。銀の皿ってマジで宅配寿司の中でもすごいクオリティ高いなと思います。他にあんまり高い寿司知らないんですけどね。この殻からさ、カニの身をこの引っこ抜くやつすると他にいい言い方ないんですかね。贅沢な気持ちになりますね。こちらも入ってますね。大トロです。こちらネギトロも入ってますね。皆さん知ってますか？ネギトロのネギはこのね、野菜のおネギのネギやと思ってる人が多いと思うんですけど、実はですね違うんですよ。ネギトロのね名前の由来はマグロの骨からスプーンなどで
身でいいんですかねスプーンなのでこう、魚のね、お肉ネギ取ることから、ネギトロから来てるんですよ。つまり、トロも使われてないんですよ。ネギトロのね、由来はネギトルなんで、皆さん覚えておいてください。おネギでも、トロでもないんです。ネギトルなんです。でもさ、言うてあんまネギトルって言わないですよね。ネギトルっていう日本語、ここで使った記憶がないです。昔はよく使われてたんですかね。じゃあ2020年最後の1巻、中トロいただきます。ごちそうさまでした。じゃあ2020年ちなんだお寿司200貫、とっても美味しかったです。いやーなんか、これピースだし、縁起もいいですね。2020年2回目の撮影動画お寿司200貫。2ですよ。2フィーバーですよ。2フィーバー。しかもですよ、今日食べたお寿司の名前、皆さん覚えてますか？ 10 分ちょっと前ぐらいに私が言ったセリフ、幸福を吟じる OK でしたよ。今日はもう縁起がいいですよ。前回の動画は金箔のぜんざいでしたし、今回の動画は幸福を吟じるお寿司ですよ。皆さん良い年にしましょう。私ね、そういえばね、2って好きなんですよ、数字の。いや、結構どうでもいい話始まったなって感じですね。いや、私ね、誕生日が2月4日なんですよ。だからちっちゃい頃から2に愛着があって、でも2月4日の4もなんかあれじゃないですか、 2×2 は4の4じゃないですか結構無理やりな感じですけど、なんとなく2が昔から好きでした。なので2020年すごくいいことがある気がしています。こういうのはね、いいことがありそうだなーって思ってるのがいいことがあったりしますからね。皆さんもいいことがありそうだな今年はってみんなで思いましょう。そしたらきっといいことがあるはずです。みんなにいいことがあることを祈っています。皆さん明日も食べて幸せになりましょう。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。